皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はプロッターのレザーバインダーの選び方についてお話しします。よければ最後までご視聴ください。レザーバインダーの選び方はいろいろあると思うんですが、今日はその中でもシュリンクレザーかそれ以外のレザーバインダーにするかという決め方についてお話しします。今プロッターの定番ラインナップで出ているレザーバインダーは4種類あります。プエブロ、ブライドル、リスシオ、そしてシュリンク。この4種類になります。この4種類、どれも違う革ですが、やっぱりちょっとこのシュリンクだけは異質な感じがあるかなと思います。レザーバインダー選ぶとき皆さんいろいろ色、価格、それからエイジングとかサイズ感とかいろいろ選ぶ要素があると思うんですが、今日はこのシュリンクにするかそれ以外にするかという決め手の部分で、この革にするかそれとも違うこちらの3種類にするかみたいなそういう決め方についてお話ししようと思います。ここに出ているちょっとシュリンクレザーは限定品なので限定カラーになってしまうので今は手に入らないということだけはちょっとご了承ください。革の好みはいろいろあると思うんですが、まずシュリンクレザー、こちら他の3種類の革と違ってエンボス加工というものが施されています。そのため表面がこのようにデコボコとした感じになっています。ちょっと皮膚のような感じと言えばいいですかね。きめ細かいスモールシュリンク加工っていうのが施されています。このシュリンクはライブコマースでお迎えしたんですけど、その時にシュリンクレザーについていろいろと説明があって、それを見てもらうとシュリンクレザーってこんな革なんだなっていうのが分かりやすいと思います。概要欄にリンク載せておくのでよければ見てみてください。まずこの質感ですよね。この質感が好きか嫌いかっていう好みの問題もあると思います。そしてシュリンクレザーはこの4種類の中で一番軽くて薄い革です。このように側面を見てもらうとわかるんですが、めちゃくちゃ薄いです。肉厚なプエブロの多分半分ぐらい。半分というのはちょっと言い過ぎかもしれないんですが、実際それぐらい薄い革です。リスシオと比べてもめちゃくちゃ薄いのが伝わるかなと思います。プロッターのレザーバインダーはもともと全部 11mm 系リングで揃っていて、とても薄いんですけれども、中でも一番薄くて軽いのがこのシュリンクレザーです。とにかく軽さを求めたい方はこのシュリンクレザーいいのではないかなと思います。旅行に行く時とか、とにかく本当に荷物を軽くしたい時、シュリンクはとても役に立ってくれます。シュリンクレザー販売されているサイズなんですが、定番商品でいくと英語、バイブル、ナロー、ミニ6の4サイズになります。こちらに出ている M5 のサイズはシュリンクは定番ラインナップでは作りがないので、その点はご注意ください。でもお店でのコラボ、例えば伊東屋限定、それからロフト限定で出たのはどちらもシュリンク系のレザーだったんですけど、M5 で出ています。なので、シュリンクで M5 が欲しいという方は、店舗限定のシュリンクレザーを狙ってみるのがいいのかなと思います。さらにオンラインではカードサイズと呼ばれる3欠のレザーバインダーが出ています。プエブロがプロッターの中では標準みたいな感じで一番サイズ展開が豊富なんですけれども、その次に豊富なのがシュリンクレザーです。プロッター全体的に高価ではあるんですが、その中でも一番お財布に優しいのがシュリンクレザーです。ブライドルは M5 しか作りがないんですが、M5 で8250円です。で、今ロフト限定で出ている M5 のシュリンクも8250円と、同等の価格帯になります。そして、プエブロ、リスシオ、シュリンク、この3つの革、英語サイズで価格を出してみたんですが、まずシュリンクは英語サイズ 14,300 円です。プエブロ英語サイズだと 29,000 円です。リスシオ英語サイズだと 22,000 円です。他の2つのレザーは今2万円台ですが、シュリンクは英語でも1万円台でお迎えすることができます。結構値段の差が開いてくるので、英語サイズ一番大きな革でもあるので、結構価格も開くしということで、
リスシオとは7、8円近く差が開いていますし、プエブロとも6000円ぐらい開いています。それぐらい結構価格帯が異なる革です。オンラインで買うんだったらさほど気にしなくてもいいと思うんですが、店頭でサンプルとして置いている頻度もプエブロが一番高いと思うんですけど、その次にシュリンクかなと感じています。4種類のレザーですと、リスシオが最も高価な部類に入ってしまうので、取り扱いしているお店も少ないのかなという気がしていて、あとプエブロとシュリンクをセットで展示されているお店とかも結構多いような印象です。これはちょっと私のその辺を歩き回った肌感でしかないので何とも言えないんですけれども、店頭サンプルとして見られる頻度もプエブロに次いで高いと思います。なので、じっくり店頭サンプルを見て触れる革でもあります。そして革のエイジングに関してなんですが、ここで結構シュリンクがいいかそれ以外がいいかっていうのがはっきり分かれると思います。語弊を恐れずにざっくりと言うと、エイジングするかしないか、この差です。こちらの3種類のレザーはエイジングする革です。プエブロなんかは典型的にエイジングがはっきりしているので、起毛感がなくなってくるという触り心地の違い、そして色が濃くなるとか、他のこちらの2つも色が濃くなるとか、ツヤ感が上がるとか、実際に使ってみると結構実感できるのではないかなと思います。ちょっとブラックに関しては分かりにくいと思うんですけど、でも確実にツヤが上がってきたりとか、あとはこのスムースなレザーなので傷が結構目立ちやすかったりとか、使っていくエイジング、本革を使う上でのこの楽しみの一つですよね。そういったものを感じやすい革です。一方でシュリンクはエイジングがとても目立ちにくい、エイジングの弱い革です。このエンボス加工とかを施されていることによって傷が目立ちにくいです。革の密度がギュッと詰まっているので、多分傷がつきにくく目立ちにくい。この模様も相まってそういった特性があります。なので爪ちょっとグイグイグイってやっても全然気になりません。こちらの3種類の革に関しては見た目としてエイジングの変化をはっきりとわかる革だと思うんですが、シュリンクに関してはエイジングしたとしてもちょっと革のツヤ感が上がったとか、その程度なんです。例えばブライドルのレザーだと今ここの全体的にもやがかった白っぽい黒の部分があれば、ちょっとここ濃くなってる黒い部分とかもあったり、エイジングははっきりしていると思うんですが、シュリンクに関してはこんな感じでくっきりと色が濃くなるとか、そういった変化がありません。今お話ししたことをおさらいすると、まず重さですよね。とにかく軽くて薄い革がいいんだったらシュリンクをおすすめします。そしてエイジングの面ですよね。傷が目立ちにくい革がいい、傷つくと凹んじゃうっていう方にはシュリンクをおすすめします。革の経年変化、エイジングを楽しみたいんだよという方に関してはシュリンクではなく、こちらの他の3種類のレザーをおすすめします。逆に本革好きだけどエイジングさせたくないという方とかいらっしゃると思います。せっかく気に入ったこの色の状態で長く使い続けたいよとかあると思うんです。でもブライドルはエイジングしちゃうのでそういったことはちょっと難しいんですけど、シュリンクであれば自分の気に入ったカラーをそのまま何年先もこのカラーとして楽しむことができます。エイジングを楽しみたい方はこっち。自分の気に入ったカラーを長くそのまま使い続けたいという方にはシュリンクをおすすめします。ということでざっくりとですが、今日はプロッターのレザーバインダーの選び方、シュリンクかそれ以外かについてお話ししてみました。参考になれば幸いです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。